今日の日本のニュースです。本日は最近アメリカ大統領と中国国家主席との間で起きた熱い問題について話そうと思います。ジョー・バイデンアメリカ大統領は現地時間15日、首脳会議を開いたばかりの数時間後に習近平中国国家主席を再び独裁者と呼ぶ突然の発言をしました。それはアジア太平洋経済協力会議の首脳会議を契機に、サンフランシスコ近郊のウッドサイドで開催された米中首脳会議の後、単独で行われた記者会見で起こったことです。バイデン大統領は当日予定されていた質問を終えた後、会見場を出るときに押し寄せる質問に2度立ち止まって、記者たちの押し寄せる追加の質問に答えました。最後に一人の記者が、習主席との会議後も、まだ独裁者と見ているのかという質問に対し、バイデン大統領はご存知の通り、彼はそうだと答え、彼は1980年代以来、独裁者だったと述べました。バイデン大統領は、彼は共産党を率いる男だとも述べました。自らが実質的な進展を達成したとする会議直後に、中国政府は極度に敏感に反応し、その発言を再確認したことで、中国の反応が注目されます。バイデン大統領は過去にも中国政府を悪党と呼んだことがありました。今回の発言も同様の文脈で見るべきだと思われます。今年6月、当時のアメリカ・カリフォルニア州の募金活動で、中国の偵察気球の事故について何が起こったのかを知らないということは、独裁者にとって大きな恥だと述べ、気球を撃墜したとき、習近平主席が非常に怒ったのは、彼がそこにあることを知らなかったからだと語った。当時、中国外務省は公然とした政治的挑発と反発し、声明を発表し、真剣な措置を即時に取ることを求める、そうでなければ、すべての結果を受け入れなければならないと警告しました。バイデン大統領は今年7月には中国政府を悪党と呼んだこともありました。米中首脳会議の後、この日の会議で多くの記者たちは、会議自体よりも最大の問題であるイスラエルとハマスの戦争に関連した質問を投げかけました。特に、ガザ地区最大の医療施設であるアルシフア病院に対するイスラエルの奇襲攻撃が行われた直後であるため、今後の状況に関する質問が続きました。バイデン大統領はまた、会議中に質問を投げかけるべき記者を区別できず、習近平主席と関連する正確な年号を言及できず、言葉を濁す様子を見せました。一方、バイデン大統領はこの日、習近平主席との会議中に、自身と誕生日が同じ日である習近平主席の妻の誕生日を祝いました。それに対し、習近平主席は忙しく働いているうちに、来週に妻の誕生日があることを忘れてしまい、困惑した様子を見せ、思い出させてくれてありがとうとバイデン大統領に感謝したと、ホワイトハウスの記者団が伝えました。両首脳は今年8月、ナンシー・ペロシ全米下院議長の台湾訪問で中断された米中の高級軍事対話を再開することに合意しました。これは今年に入ってトニー・ブリン建国務長官の訪中など、両国関係の融和の流れにもかかわらず、達成できなかった課題でした。このように、米中間の複雑で微妙な関係は続いています。これから何が起こるのか、その変化が両国間の関係にどんな影響を及ぼすのか、引き続き注目していく必要があるでしょう。今日のニュースはここまでです。いつも迅速かつ正確なニュースをお伝えできるように努力します。サブスクリプションと高く評価、そしてコメントは映像制作に非常に大きな力になります。今日も映像を視聴していただきありがとうございます。